こんにちは、モーリーです。旅は自己投資ということで、今回は石垣島を拠点に合計13日間かけて八重山諸島周遊の旅をしたのですが、その中で体験した石垣島グルメを徹底紹介いたします。各離島の美しさも満喫しつつ、石垣島のグルメを様々な方向性で堪能してまいりました。石垣島グルメを単純に楽しみたい方はもちろん、八重山諸島を知るためにも役立つ完全保存版の動画になっております。ぜひ大画面でゆっくりご覧くださいませ。それではどうぞ。沖縄の中で最も南に位置する八重山諸島。八重山諸島は石垣島をはじめ12の離島で成り立っています。石垣島からは西表島、竹富島、小浜島、黒島、鳩間島、波照間島、与那国島の八重山諸島に浮かぶ7つの島へ船便が運航。手つかずの自然が多く残っている貴重な島々では、自然界でも貴重な動植物が住んでおり、島ごとに多彩な自然や文化が育まれています。八重山諸島の中心地であり、それぞれの離島に移動する際の玄関口ともなっている石垣島。コバルトブルーの海や緑豊かな山の景観に加え、星空の美しさも大きな魅力で、また石垣島は芸能の島としても知られており、八重山民謡や八重山舞踊など、この地域独特の伝統芸能が盛んで、音楽の世界でも人気ミュージシャンを多数輩出しています。温暖な気候と澄み渡る青い海で年中リゾート気分を味わえる石垣島は、幅広い層から非常に人気の高い沖縄有数の観光地です。石垣牛やマグロ、八重山そばや油脂豆腐など、石垣島ならではの食材を使用した石垣島グルメを今から楽しみましょう。さあ、やってまいりました。神戸空港の海上ターミナルですね。今日はね、石垣島、そして八重山諸島ですねを回ろうと思っておりまして、去年にやった奄美群島周遊の旅、それに引き続いての、僕にとってはかなり大きな旅になります。かなり調べ込んで予定も考えました。ただね、ちょっと天気ね、今のところ良さそうなんですけど、急にどうなるかわからないね、島の天気なんで、それによっては予定大幅に変わりますが、天気であることを祈って楽しい旅にしたいと思います。それでは行ってきます。はい、神戸関空ベイシャトルからスタートになります。天気に恵まれました。神戸空港があちらで、こちら側にベイシャトルがあります。乘坐神户关西季季为30分钟。今日はピンチなんで第2ターミナルに向かいます。さあ、やってまいりました。ドメスティック国内線です。ビーチのセールで激安で石垣島に行くことにしました。ピーチってね、かなり重さ制限があるじゃないですか。7kg 制限っていうのがね、それをちょっとでもね切り抜けるために、このキルリュックにですね、この GoPro だったりとかモバイルバッテリーとか後ろにパソコンを入れたりとかすると、結構簡単に 7kg 制限で超えることができるんで、そういう意味でもね、このキルリュックがねめっちゃおすすめですね。ぜひ使ってみてください。さあ、測ってみます。 6.36kg ですね。キルリュックのおかげで乗り越えることができました。いやー、めっちゃ危なかったっすね。リュックの重さがね 6. いくらだったと思うんですけど、それで手荷物検査したらカメラの重さも測ってくれって言われて、僕カメラ重いんでね、カメラ入れると 8kg になって、なんとかそのポケットに入れませんかって言われたんで、三脚とかもキルリュックに入れて、なんとかギリギリ 7kg になって合格しました。いいのかなって感じですけどね。こんなんポケットめっちゃ多い服の方が得やんみたいなね、キルリュックのパワーで助けられました。それでは行ってきます。バタバタでもうくしゃくしゃになってもだわ。ありがとうございます。行きます。外国人の方も増えましたね。
ましたね。いや快晴ですね。晴れてよかったです。ステーキハウスとかですね。石垣島というのはね、沖縄ですから沖縄に近いものがありますね。さあ到着しましたよ。石垣島大利通り八重山。結構しっかりした空港ですね。奄美空港とかに比べると全然こちらの空港が大きいですね。大きくて洗練されてますね。それではね、バスで港のねターミナルの方に向かいます。ここから行ったような路線バスかな。パイヌ島石垣空港国内線ですね。ハワイの空港をね沖縄テイストにしたみたいな、なんかそんな雰囲気のある空港ですね。もうね今日は9月27日ということで、本州の方もね秋が近づいてきてだいぶ涼しくなってきてるんですけど、まだまだ石垣島は夏っぽいですね。超暑いとかじゃないですけどね、31度ぐらい耐えられるぐらいの暑さって感じですね。あ、ちょうど書いてるな、あの看板にもフェリーのとこに行くみたいな、石垣島離島ターミナルって書いてますね。バスが来ましたね。500円のお釣りですね。こちらを入れます。ありがとうございます。いい感じですね。到着しました。空港からこの離島ターミナルまで30分ぐらいでした。いやもうちょっとしたらね夕日の時間なんで、夕日も撮りに行きたいなと思ったんですけど、今からゲストハウスにチェックインしてからだとちょっともしかしたら間に合わないかもですね。結構風が強いのが気になるな。いや都会ですね石垣島。一回来たことあったけど完全にちょっと忘れちゃってましたね。この辺だけ歩いてたら島ということを忘れるぐらい都会ですね。飲み歩きするには良さそうな店が結構ありますね。楽しみです。石垣島プリン本舗とか琉球新宿とか観光地化が進んでる感じしますね。石垣島ってね思ったより広いんですよ。結構広いんで、本当にちゃんと観光しようと思ったら絶対レンタカーいるんですけど、今回僕はね八重山諸島を回るみたいな旅なんで、ちょっと石垣島に関してはもう飲み歩きだけしようかなと思ってるんですけど、もしかしたらちょっと時間余ったらレンタカー借りてちょっと観光もするかもしれないです。石垣島730という像を見ます。ちょっと隠れたところに書いてますね。730記念碑ということで、沖縄が本土に復帰して6年後の1978年、僕の生まれた年ですねの7月30日に行われた道路交通法の一斉変更の歴史的な日を指している。ああなるほど、右車線から左車線変わったんですね。いやお店いっぱいあるな。しかもちょっと都会チックなスナックニュー東京とかありますね。ここは沖縄なのに空がいい色やな。やっぱ沖縄に近いな。これだけ広くて観光地化してるとそうなるか。こういう店があって繁華街っぽい感じですね。いや荷物置いたらねちょっと行きたいですね。石垣にゃんこが逃げました。お、買いに行こうか。おお、さあゲストハウスまで歩いてきました。離島フェリーターミナルからね約10分ぐらい歩いたところにあるゲストハウス石垣というところに今日は宿泊することにしております。こうかな、多分ここやな。間違ってました。こっちでした。ゲストハウス石垣、ここですね。今日からこちらにお世話になります。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。アンディです。あ、森です。よろしくお願いします。はい。はい。何か飲みたいですか？三品茶、お水を。じゃあ三品茶。三品茶。はい、いただきます。石垣初めて？いや、2回目ですね。2回目？うん。スーパーは12番。オッケーオッケー。美味しいコーヒー飲みたいな、クラッチカフェ4番。美味しいピッツァ食べたいな。一番有名な居酒屋、ひとし。ひとし。でも予約いる。行って入れなかったら明日、明後日の予約できます。電話で誰も取らない。行ってください。電子、トースト、お米、お湯、コーヒー、砂糖、
ミルク、お茶、紅茶も飲んでもいいね。IH わかりますか？わかります。 OK 大丈夫。鍋、フラインパン全部使ってもいい、後で洗って、タオルでふきふきやって、OK。戻してください。OK。食べ物、飲み物、名前書いて、 OK。こっちに置いて、これも使ってもいい、 OK。三品茶も飲んでもいいね。OK。プライベートスペースがない。 OK。アイスもあります。 OK。部屋のアップグレード。おそう。おお、アップグレード。Thank you。大丈夫。セーフティーボックスもあります。 OK。ああ、ベリークリーン。たまに。タクタク。はい、OK。男性、女性、一緒のシャワー部屋。OK。バディソープ、シャンプー、コンディショナー、ヘアドライ、鏡もあります。今、上に行きます。こっちは手洗い、男性、女性でもトイレとシャワー。洗濯したいなら200円置いて、見てください。これも使ってもいい。いや、サンセット。ちょっと遅い。街のサンセットはサウザンゲートブリッジで見えます。何分ぐらいですか？今、自転車がない。5分、7分、10分ぐらい。美味しい焼き鳥。人気がある。島人が多い。自転車場所。でも自転車今いない。今いない。OK。質問がありますか？大丈夫。ありがたいことにアップグレードしていただきました。素晴らしい部屋ですね。ゲストハウスとは思えないようなクオリティですね。はい、ちゃんと仕事ができそうな場所もあります。で、コンセントもあります。ちゃんとハンガーもありますね。そしてくつろぎのリビングもすごいね。ゲストハウス思えないぐらい素晴らしい丁寧に作られたスペースになってます。これはいいですね。評価が高いのもうなずけますね。ちょっとゲストハウスで自転車借りたんで散策というかちょっと回ってみたいと思います。まあ仕事の話なんですけど、カードリーダーを持ってくるの忘れて電気屋さん行こうかなと思います。ひとしっていうところがね一番有名ですね。僕が初めて石垣島行った時もひとしがおすすめみたいな感じで言われたんですけど、まあそこはなんか基本予約は受け付けてなくて、まあ、入り口に入って何日か後かの予約を取るみたいな感じなんですけど、今日入れたら入りたいし、入れなかったらまた別の機会に入ります。自転車無料で借りれるのありがたいですね。電気屋さん開いてんのかな。もう無理やな、電気屋さん間に合わん。コンビニで売ってないかな、カードリーダー。ユーグレナモールや行ったことある。ユーグレナモールを自転車で駆け抜ける動画なんか見たことないでしょ。この辺歩いたな。はい、人通り回りました。こんな感じです。なんとなく覚えてるな。ちょっと行き過ぎたかな。調べよう。この辺の駐車料金こんな感じです。はい、ここはね石垣島といえばの居酒屋ですね。ひとしマグロ専門居酒屋ということで、ここはね基本予約取れなくて僕も多分今日入れないと思います。だから今日ここに来て明日明後日とかの予約を取るみたいな感じになると思います。まあでも一人なんでね、もしかしたらいけるかもしれないです。予約で満席となっております。なんてことを言う。しかも人材不足によって座席数を減らして営業しておりますと、なんてこと。なんかもう10月いっぱいまで予約が入ってて入れないって言われました。1ヶ月先かよ。残念ながら無理でした。次はこのエイコ鮮魚店っていうところに来ました。これは実はね、僕が初めて Vlog 動画を撮ったところはこの石垣島なんですけども、行った居酒屋なんですよ。リピートになるんですけど、当時はね車で来てしまったんで飲めなかったんですよ。今日は飲めます。リピートしたいと思います。もしかしたらモーリーチャンネルを見てきたっていう人もいるかもしれません。いるんかな、本当に。ここに行ってみます。ちょっとガヤガヤしてるからもしかしたら入れないかもしれないな。ここも予約でいっぱいかよ。なんだよね。俺のチャンネルのおかげでお客さん増えてんじゃないの。それの本人が来たのに予約で入れないって。ここのひかちゃんっていうところも僕が前に紹介したところで Google 評価 4.4 で僕のレビューもあります。要注目です。美味しいですよ。紹介した店をリピートしようと思ったらもう予約で入れへんってパターン多そうやな。
この夕暮れなモールのねすぐ近くにパイカジっていうこれですね、島の食べ物やパイカジ、ここも人気店みたいでちょっと行ってみたいと思います。いっぱいっぽいな、厳しいなこれは。いっぱいだわ、無念すぎる。ちゃんと予約しとかないといけないですね。もう8時やけどちょっとこのままだと難民になるな。せめて1軒だけでも行きたいですよね。なんとここも評価良かったのに満席です。いやーちょっとなんか石垣バブルなんかな、どこも行けへんぞこれ。ここも良さそうなんで行ってみたいと思います。でもなんか予約いっぱいそうな気がする。奇跡的に席を取ることができました。ドリンクメニューがこんな感じですね。そしてあの奥でライブするみたいですね。料理メニューがこんな感じですね。値段も割とリーズナブルな感じですね。何頼もうかな。さあキンキンのオリオンビールが来ました。うまそう。それではいただきたいと思います。めちゃくちゃうまいな。やっぱ石垣島、沖縄に来たらこれですね。アダンの天ぷらとかもいいですね。あとプーチャンプルーとかね。沖縄っすね。もう沖縄とほぼ一緒みたいな。石垣ならではのものってなんかあるんかな。八重山そばナポリタンとかそうなんかな。いただきます。青森頼みました。島外にはあんまり出回ってないオモトっていうやつを頼みました。これですね。楽しみですね。出ました。島らっきょうの浅漬け。これで620円なんでちょっとコスパはそんなに良くないかなって感じはしますね。さあそれではねいただきたいと思うんですけど、島らっきょうの浅漬けめちゃくちゃ高価ですよ。そんなに今島らっきょう取れないんですかね。これ沖縄に来たって感じですね。石垣島ですけどなんかやっぱ沖縄なんですね。味付けが沖縄と一緒や。そして泡盛尾本の水割りですね。いただきます。飲みやすいですね。飲みやすいけどこれやばいですね、飲みすぎたら。明日フェリーの時間早いのに起きれへん。はい、大丈夫です。はい、アダンの天ぷら、天ぷらお塩かかってます。はい、ありがとうございます。そしてこちらが海ぶどうになりますね。さっき撮ってたやつをスローで撮ってました。こちらがもずく酢ですね。これで520円になります。酢もうまっ。もずくうまい。これ沖縄来たって感じするな。コスパちょっと悪いかなと思ったけどね、味はほんとうまいっていうのをねさっきスローで撮って言っちゃったんですよね。うまい。でこちらがですねアダンの天ぷら。こちらが640円。アダンはヨロントで食べましたね。お、なんかライブ始まりそうやぞ。三崎牛のたたきだけどめっちゃうまいです。それでは皆さん改めましてこんばんは。今夜歌と三味線を務めます、石垣島出身石垣島育ちの名前がもっちゃんと言います。どうぞよろしくお願いいたします。では金色の花。それでは石垣楽しい思い出になりますように僕の後に大きな声でよろしくお願いします。いきますよ。ハリ乾杯。はい、ハリ乾杯。
時代の初め頃も、この暑さがいいと思いますね。安いけどやばいやつ。こういう甲高い音と、切れにくい性質がございます。奄美の民謡がとっても高い音域が、多いですからね、それ用に作られております。ただ普通の風と寸大はほぼ変わりません。弦の違いによってこれだけね、音の違いも出るんだよっていうのもね、せっかくなんで、使わさせていただきました。ありがとうございます。また普通の三味線に変えてお届けしていこうかなと思っておりますが、またシーンとなりますので、先ほど使ってたのは奄美大島の弦を使ってたんですね。少々お待ちくださいね。今日ね、実は僕が飲んでるのよりは、皆さんよりもとっても濃いものを飲んでおりまして、これ何か分かりますか？青森よりも濃いですね。ハムシよりも濃いかもしれませんで、いちごから来てる方は言わないでくださいね。教えましょうね。これなんとミスのストレートを飲んでおります。このお客様の中でね、いいんじゃないかな、もっちゃんに生ビールをおごって思ってる方がおりましたら、今のね、このテーブルの方にね、はいと上げていただきましたらね、スタッフがそれを察知してすぐ持ってくるシステムが即時導入されました。よかったらよろしくお願いします。誰かいませんか？大丈夫ですか？なければそうどうしよういいですか？2つ上がってるんですけどいいですかね。ありがとうございます。じゃあそれではすいません、テーブル3番さんとテーブル80番さんから生ビール1杯ずついただきました。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。いい朝が当たり前ですよ。こんなもんじゃないからね、もう一度いい朝さんいきますよ。いい朝さんどうぞよろしくお願いします。海色に託したうちなの小さいよ夢とのからおいしさおじいじまんまりを見ろおじいじまんまりを見ろ大丈夫合ってるからそんな恥ずかしがらずにねもう口をいきますよ夢の数だけせーのまずはね、おじしまんのオリオンビールからやっていきましょうね。さて皆さんね、お食事中誠に申し訳ないんですけども、両手の方を上げていただいてもよろしいでしょうか。9件と言っておりますが、石垣の夜はとっても長いですので、朝の6時までやっておりますのでね、飲み足りないなという方がおりましたら、そしてもう一つ、ございまして、誠にありがとうございました。お疲れ様でした。またお会いします。ありがとうございます。楽しかったですね。ちょっとね料理の値段は高めかなと思いますけど、ライブで満足度上消しかなって感じですね。にゃんこいるじゃないですか。石垣にゃんこいるじゃないですか。大丈夫大丈夫。うわー逃げられた。はい、自分で買ってきて
ですね。これで飲みます。これとこれで飲みます。でももうみんな寝ちゃってるみたいです。残念。いやちょっとね仕事頑張りますか。じゃあ終わったね。これ開けます。いただきつつ終わったいただきます。さあ編集頑張りますか。シャワー浴びてからでしょうか。おはようございます。今7時40分50分ですね。フェリーの方に向かいたいと思うんですけど、いや非常に素晴らしいゲストハウスでしたね。まだ僕はここ5泊することになってて、荷物だけ置かしてもらってます。昨日編集作業に追われましたが、それがなければもう最強に快適でした。これは僕の責任ですね。それではフェリーターミナルに向かいます。歩いて10分ですね。ちょうど8時に着いてフェリー出発の30分前に到着する予定でございます。交通安全気をつけて。いやーさすが石垣島ですね。ちょっと歩いただけでも汗だくっすね。10分歩くだけでもやばい。それは僕が太りすぎなんですかね。暑い。さあフェリーターミナルに到着いたしました。石垣から向かった西表島の動画は別動画で公開したいと思います。いやこちらもね本当に自然にあふれて素晴らしい島でした。西表島だけではなく由布島や船浮まで行っております。必見ですよ。なんとこのちっちゃい方で行くんかよ。絶対揺れるやん。西表島からフェリーで向かった波照間島の様子は別動画で公開したいと思います。こちらも本当に素晴らしい海と大自然、そして人の温かさ、時間の流れが止まったかのような貴重な体験をすることができました。こちらも必見ですよ。これで向かいます。いやー石垣は都会だ。なんか安心しますね。ネットも早いし、早くゲストハウス戻って洗濯したい、シャワー浴びたい。お肉食べたいな。ゲストハウスの近くのこの焼き鳥屋さん行こうかな。美味しいって言ってたしな。さあ3日ぶりに戻ってまいりました。ゲストハウス、ここに荷物置きっぱなしです。今日の部屋はこんな感じの個室ですね。はい、今日も飲み歩きやっていきますよ。ちょっとね魚料理がめっちゃ続いたんで、もう肉食べたいなと思って今日は石垣牛食べに行きます。はい、今日の夜ご飯はここです。なんていうとこ、もみだれ焼肉獅子桜石垣島店、これですね。行きたいと思います。こんな感じになってますね。石垣島チューハイとかいません。迷ったらコースっていうのもありますね。極みコースとかありますね。石垣牛食べれるな。これ単品もいろいろありますけどね。今日は極みコース頼んでみました。ノーバウンド焼肉とは当店はいわゆる焼肉屋のつけだれはございませんと、飲む洗いだれという育てるタレとました。オリオンビール、これはキムチ盛り合わせですね。ゾンビユッケ、ナムル、これキャベツ、これおかわり自由です。それではビールいただきます。ピントが合ってんのどうしよう。ちょっとこのキャベツで胃腸を整えましょう。キムチもうまそう。めっちゃ笑ってるな。楽しそうや。ゾンビユッケうまい。何がゾンビなの？ゾンビになってしまうぐらいうまいってことなのかな。説明あるんかな。トンビユッケか。ゾンビユッケって聞いとったけどトンビユッケでした。間違えました。おかしいやんさ。ゾンビなわけないやん。トンビの炙りユッケと書いてるわ。トンビの焼きしゃぶとか。なんか石垣牛の部位なんですかね。
トンビユッケのトンビってその肩の部分を唐辛子って言ったりトンビって言ったりするみたいですね。塩だれでタンとか来ましたね。タンとすいませんいろいろです。一応メニューには特製塩だれ3種盛りと書いてあります。そしてこちらがサンメスーシュのシャトーブリアンですね。これもうまそう。いやいや、めっちゃなんか説明してるけどスローで撮ってるから音声全く入ってないじゃないですか。もう本当に今回ねこのスローで撮ってしまうっていうシーンが多すぎました。とにかく美味しかったということだけ覚えております。何を説明したかは全く覚えておりません。それではこのお店が提唱するオンザライス行ってみたいと思います。これは絶対うまいやつですね。うわこうやってアフレコしながらもめちゃくちゃよだれが出ます。いただきます。うわこれはもう最高ですね。これが骨付きジャンボカルビですね。そしてこれが石垣牛の5秒焼きトンビで、これがツナ缶チーズでサンチュ。これが焼けたらここにこれとこれを混ぜて食べると美味しいと。さっきの肉のせがまさかのスローで取っちゃってたという大失態。食べてみよう。うまい。やっぱ丁寧に作られてるって感じですね。美味しい。極めコースですからね、美味しくないと困りますけど、ちょっとね僕は撮影しながらでペースが遅いんで、下手したらこのチーズが焼き上がる頃には間に合わないかもしれない。めっちゃ楽しそうやな。これ肉の部位がよくわからないっていうのだけがあれですね。紙で書いといてくれたらその時に聞いても僕みたいな酔っ払いは絶対覚えてないですからね。パインチューハイ頼みました。甘さも程よくてうまい。食べてみましょう。ミディアムレアみたいな感じでシャトーブリアンいただきます。とろけますね。オンザ飯でいただきます。これを入れてこれ入れるの熱さやけどあたたたたたた味はうまいけどパンチが2枚なんと熱すぎる。これで合ってんのかな、合ってんのかもわからん。ちょっとわからんことが多いね。そこがここのお店のちょっと欠点なんですね。でも味はねもう間違いなく美味しいです。5秒焼きトンビって書いてるから5秒だけ焼いたらよかったのかな。5秒焼き5秒焼きトンビ味がすごい染み出してくる。肩の部分って言ったらな、肩の部分は味が染み出してくるんですね。マンゴーチューハイ。これがホルモン盛りです。どれがどれか忘れましたけどホルモン盛りです。そういえば蜂の巣だけはちょっと炙って食べたらいいって言ってもうええんかな。ボイルしてあるんでうまい。面白いですね。だから本当にねどれがどういう食べ方したらよかったのかなっていうのは分からなくなる。冷麺来ました。しかも気がついたら左向きに置いてくれてた。いや麺があるから普通ですね。右利き用でした。うわこのスープも美味しそう。冷麺最高ですね。焼肉の後は冷麺です。さあ宿に帰ってきてコンビニで買ったチンスコーアイスを食べたいと思います。またスローで撮っちゃってて音声入ってないという失態です。いやーもうみんな寝てしまってたんですけどこっそり食べるアイスが背徳感あってさらに美味しく感じることができました。結局ゲストハウスにいるのに全然みんなと出会ってないです。はい、おはようございます。今はね朝の9時です。で9時半の船でね行きますんで今からちょっと向かいます。さあ今日もやってまいりました離島ターミナル。今日は竹富島と黒島に行きます。天気もねまずまずですね。台風は近づいてるんですけどもなんとか持ってほしいですね。はい、今日もこれを使っていきます。
八重山諸島の中でも一番人気の竹富島に石垣島から行ってまいりました。こちら本当に観光客も多くて、説明するまでもないですけども素晴らしい場所でした。こちらも別動画で公開しますので必見です。あれは安永観光なんで僕が乗る船ですかね、多分。今みんな待ってるのは八重山観光フェリーの方ですね。みんな同じ会社なんですね。でも右側って言われたんでね、違うかもしれない。あれじゃなさそうな気がするな。ほぼほぼ並んでるのが八重山観光フェリーなんですけどね。でも安永観光の船がそちら方向に入っていってますけど、ありがとう竹富島、最高だったね。俺しか乗ってないけど。航海中めちゃくちゃ美しい海が見えましたね。竹富島は人気あったのに、この黒島はあんまりいないですね、人が。こういうところを開拓するのが好きですね。竹富島に引き続いて黒島にも行ってまいりました。ここはね、なんか牛が多いっていうところで有名なんですけども、その牛だけじゃない素晴らしい景色と体験をすることができました。こちらも必見の動画になっております。ぜひ。いや早かった。さあ石垣島のとこで来ました。いや、あっという間ですね。で石垣島やっぱなんか都会っすね。で今日はねゲストハウス最後の日になるんですよ、宿泊するの。明日からは、ベッセルホテルの方に、あそこに見えてるベッセルホテルですねの方に泊まるんですけども、今日月ハウス最後なんで、宿に泊まってる人たちにちょっと居酒屋誘われまして、それ楽しみたいと思います。はい、今日はここで港飲みたいと思います。はい、うまいな。味がしっかり、油も出てて最高。はい、今日も港にやってまいりました。台風の影響でね、ちょっと風が強いんですけど、晴れは晴れです。今日はね、小浜島の方に行きたいと思います。もう足腰が悲鳴を上げておりますが、9時10分になりますね。はい、日帰りですか？はい。今日の朝ごはんはこれでいきます。サーターアンダギーにしました。口の中の水分持っていかれるな。甘くてうまい。元気くんうまい。さあ今日はどんな旅になるでしょうかね。具志堅さん、行ってまいります。
石垣島から小浜島も行ってまいりました。こちらはちょっとね台風が来てて風が強かったんですが、原付を使って素晴らしい旅をすることができました。これもまた行きたい場所ですね。必見です。帰ってきました。あっという間でしたね。石垣島の方はね風もそんな強くないんですけどね、今連絡が入りまして、あさっての朝にね与那国島でシュノーケルする予定やったんですけど、船出しそうにないからちょっとキャンセルしようかなっていう風になりまして、でもシュノーケル以外をね一旦取りに行って、ちょっと別件でまた与那国に行くことになりそうなので、その時にシュノーケル取るとかねちょっと考えようかなみたいな。このね天気見ると全然大丈夫そうなんですけどね。はい、今日からベッセルホテル石垣島さんに宿泊させていただきます。駐車場もあるんですね。レンタカー借りても安心です。はい、ウェルカムドリンクということで、南の島のデトックスソーダパインシークワーサ3品茶無料です。嬉しいですね。そしてなんとフリーアイスキャンディー、おお嬉しい。アイス食べれる。ちょうど食べたかった。でこの辺にはお土産物ですかね。で無料のアメニティは自分でこう取ってもう部屋に持っていくタイプですね。この辺りはベッセルホテルさんではおなじみのものになっております。ベッセルホテルグループさんのパンフレットとか観光のガイドブックなんかも揃えられております。自動販売機とか電子レンジとかね、ロッカーまであるんですね。廊下もね清潔感ある感じでいいですね。今日はアップグレードしていただきましてツインの部屋になっております。さあ部屋に入りました。広々としてますね。ちょっと窓も開けましょうか。はい、窓を開けさせていただきました。うわめっちゃいい感じですね。開放感があるし広いですよ。かなりベッドも一つ一つがなんかダブルベッドぐらいのサイズあって2つあるんで快適ですね。そしてちょっと仕事もしたいなと思ってたんでデスクがあります。2人できるような感じになってますね。ありがたい。そしてテレビもあります。館内着もありますね。ちょっとなんかやっぱ沖縄らしい館内着もあるようになってます。ハンガーとかね、洗濯したりしますもんね。この辺り鏡がありまして、ケーブルですね。これもベッセルホテルさんグループおなじみですね。充電器安心です。ハンガーがオープンなタイプのハンガーになっておりますね。そしてこのハンガーの下に空気清浄機だったりとかグラスだったりとかいろいろありますね。新規入会キャンペーンで登録したらアーリーチェックインとかレイトチェックアウトとかお菓子のプレゼントになるんですね。そして冷蔵庫もあります。冷蔵庫は電源をつけるタイプですね。窓の外からは海が見えますね。ちょっと嬉しい。工場ですけどね。でも綺麗な青い海が見えております。そしてこの壁石垣島らしいおしゃれな感じになってますね。ベッドサイドには嬉しい電源とスイッチですね。電気が消せるようになってます。これ何気に嬉しいですよね。 USB もついてます。オープンな感じで洗面台がありますね。鏡も広々ですね。はい、ティッシュタオルがありましてドライヤーもあります。ここを開けるとここはこんな感じのユニットバスタイプのお風呂とトイレになってます。清潔ですね。で基本的にねやっぱあんまりお風呂に石垣島にいて入ることないですね。シャワーが中心になるんでシャワーが浴びれるってだけで嬉しいですね。台風がはい、こちら自販機コーナーとランドリーコーナーになってますね。洗濯機はこんだけたくさん乾燥機とともにあります。これもありがたいですね。結構安いです。洗濯が200円で乾燥機は100円。氷もありますしアイスペールもあります。洗剤も売ってるしまだここにもある。待たされるってこともなさそうですね。で奥に自動販売機で飲み物と
お酒も買えます。いいですね。あとやっぱね、石垣島らしく水着をこう脱水するものもあります。はい、八重山諸島をね巡り旅ということで石垣島に来て、西表島、船浮とか波照間島、竹富島、黒島、そして今日小浜島とね回ってきたわけで、あと与那国島で回ってこの八重山諸島をね巡り旅を終えるところだったんですけど、最後の最後でですねちょっと台風が近づいてきてて、ただまあそんなに大きくはないので飛行機は飛ばないとかのレベルじゃないとは思って行こうかなと思ってたんですけど、まあちょっとね今回その与那国島に関してはそのレンタカーの会社さんだったりとかホテルの会社さんだったりとかシュノーケルのやってる人だったりとか全部ちょっとお世話になって案件としてやろうかなと思ってる中で、やっぱベストな状態をねやっぱ撮りたいっていうのもありまして、まあその中でですねちょっと与那国島に行くね飛行機の部分でも撮ってほしいっていうね案件の依頼が来て、普通にこう順延しても僕的にもそっちの方がいいだろうということで明日与那国島ね行く予定だったんですけど、ちょっとやめようかなと思います。僕自身ねこう台風が影響して何かをやめるみたいなのって初めてのことなんですけど、まあ今回もしそういう案件とかなかったら僕多分行ってたと思うんですけどね、やっぱりいい状態撮りたいです。案件なんで、まあ案件とはいえもちろん僕は当然楽しんで忖度なく発信はしますけど、ありがたいことにね島旅するんだったら使ってほしいみたいな感じでね言っていただけるので、まあそれであればありがたいことなんでね。まあというわけでねこのまま石垣島とどまろうと思っておりまして、このベッセルホテルさんね利用させていただいておりますけども、このベッセルホテルさんを拠点にちょっとこう石垣島で過ごしたいなと思います。石垣島もね当然雨風になったりとかするんじゃないかなと思うんで、そのレンタカー借りてね石垣島回るみたいなこともまあちょっと考えたんですけど、それはあんまりやってもしょうがないかなと思うんで、ここを拠点に石垣島のグルメとことんこう回ってやりたいなと思います。というわけでちょっと状況変更、旅をねこうやっていろいろ変更するのが、まあそれも楽しいですよね。特にねやっぱこう離島なんて天気なんてもう頻繁に移り変わりますし、晴れやって言ってるのに雨やったりとか、雨やって言ってるのに晴れやったりとかありますし、僕はねもう結構今回晴れに恵まれた方だと思います。最後の最後にねまさか台風が発生ってねこんなことになりましたけども、まあそれでもね今日でも小浜島台風来てるはずやのにほとんど晴れて、海にはまあ入れる状況じゃなかったですけどドローンも飛ばせなかったですけど、僕としてはすごい満足いく離島旅できました。当然ね皆さんも旅するときに 100% その最高の状態で離島に行くことができる確率って多分だいぶ低いと思うんですよ。本当にベストな状態だけがインスタグラムだったりとかね旅行の媒体とかに出てるから、ついついなんかそこじゃなかったらダメみたいな感じになりがちですけど、泳げなかったとしてもまあそれはそれで楽しめますし、雨が降っててもそれはそれで楽しめますからね。離島の空気味わったりとかもできますし、雨の日はこんな風に過ごしてるんだなとか大変だなってね、例えば船がもう来なくなって食料はこう入らないんだっていうのを学ぶことも不便さも勉強するみたいなのがね離島の良さだと思うんで、まあ、それを含めて全部楽しんでもらったらと思います。で僕もねそのまあいいとこだけを見せるチャンネルじゃないんでね、失敗も見せてますしね、閉店定休日まあそんなこともねありますし、思ってたことにならなかったとかもありますから、僕はそれをリアルに発信しますね。旅のリアルをね発信してるけど、でもそれが素晴らしい旅は自己投資なんだということをね発信しておりますので、今回も与那国島一旦こうストップということでね後にまた出したいと思います。ただレンタサイクルこの駐車場のこの端っこあったんですね。さっき電気がついてなかったんでもう全然見つけられなくてなんとか見つけました。ここですね。これはありがたいですね。2時間無料で借りれますんで、ちょこっと買い物行くとかあったら全然行けますね。行きましょう。今営業中になっててうまそうなテイクアウトの店わざわざ来たのに休業やんけ。なんで Google では空いてるやん。本日臨時休業させていただきます。マジかよ。なんでそんなことが起こるん。信じられん。行きたかった。結局皆さん同じマックスバリューがあったのでここで買い物しました。結構買い込みました。はい、今回こんな感じで買いました。なんか刺身はね本州やったら絶対9時とか行ったら半額とかなってそうやのに半額じゃなかったですね。まだまだ売れる時間帯なんですかね石垣島では。であとは半額で買いました。魚天ぷらスケトウダラとか、これは別に関係ないですけどちょっと食べたくなった。はい、そしてタコはね石垣のもんではなかったです。オリオンビールですね。はい、それではねちょっとスーパーで買ったもので今日はね済ませたいと思います。まあちょっとね石垣島って離島だから結構リーズナブルなのかなって思っ
ってたけど、割とね高めな店が多いです。一人で飲み食いしても割となんか5000円超えたりみたいな、やっぱ都会化してるというか観光地化してますね。というわけでね、結構安く済ますには鮮魚店で刺身とか買ったりとかしたらいいらしいんですけど、僕は今日ちょっと島旅行ってたんで鮮魚店に行く時間がなかったんでスーパーで普通に買ってきたんですけど、鮮魚店で買うのもおすすめです。で部屋でねこうやってベッセルホテルさんとかだったら食べることができるじゃないですか。でベッセルホテルさんのいいところは館内着ですね。めちゃくちゃ楽です、ね、結構日焼けして肌もしんどいけどこの服でホテルの中うろちょろできますし、朝食もこの格好でいいということでね、それめちゃくちゃ楽です。はい。それであとスーパーでねこのマグロとか買ってきて、うわしまったみたいな、お箸もらうの忘れたって思ったんですけど、ベッセルホテルさんこういう食器類も貸し出しあります。いろいろ貸し出しあるんですよ。例えばパイナップルとか買ったりするじゃないですかね。石垣島来たんでパイナップル買おうとかって買っちゃったらいいけど、ナイフないやんみたいな。でそういうのも貸してくれますし、お子さん連れだったらお子さん向けの必要なものだったりとか結構貸し出しいっぱいあるんですよ。そういうのが嬉しいですね。しっかり考えられてるんですよ。いやありがたいですね。氷をもらうこともできるんで、買って飲んだりとかねできますし、もう本当に至れり尽くせりです。普通に本当に過ごすにはいいですよ。明日台風でもしかしたらここ缶詰になるかもしれないですけど、まあ安心ですね。十分過ごせる感じですね。はい、それではいただきたいと思います。あ、醤油とかも忘れたな。そうか、ついてないんか。醤油ないやん。さすがに醤油は貸し出しないな。あったかな、ちょっとメモってたんですよね。さすがに醤油の貸し出しはなさそうですね。ないっすね。これはミスですね。でもこういう風に買ってきた時に醤油とかちょっと使いたいからあると助かりますけどね。この動画見てちょっとベッセルホテルさんももしかして検討するかもしれないですね。いやだってボトルとか買うのもったいないじゃないですか。こんだけのちょろっと食べるのにね。ゲストハウスとかだとね結構醤油とか調味料ついてたりしますから。はい、それではいただきます。って言ってももう10時超えてますけどね。10時半ですけどね。いただきます。まあいただきましょうかね。どんだけ違うんですかね。こんな時間まで鮮度保てるんですか。いただきます。醤油ないけど。醤油欲しいな。素材そのものの味を楽しむ。旅先でスーパー行くとそのお箸をもらったりとかその醤油とかも意識できないっすよね。普段の生活みたいな感じになっちゃうからうっかり忘れちゃいましたね。うまいな。うまい。居酒屋で食べたりした方がうまいですけど、こうやって部屋でねゆっくりホテルの部屋でリラックスしながら食べれるのもいいっすよ。おはようございます。今9時ぐらいですね。ちょっと今日ね夜中にやめたんですけど、まだちょっと晴れてるんですよね。いけてたんちゃうのかな。これも旅は自己投資ですね。じゃあちょっと人が多いんでね少ないとこから取っていきたいと思うんですけども、まずこう日替わりですね。ベッセルホテル石垣島の沖縄惣菜ということでイリチ日替わりということで、クーブを炒めたクーブイリチ、ベッセルホテルの石垣島自家製のパパイヤイリチ、タケノコを炒めたスンシーイリチとかありますね。で今日はクーブイリチですね。そして石垣島野菜とピパーツ香りのペペロンチーノ、グルクンの竜田揚げ、こちらは石垣パスタですね。石垣パスタも爽やかなフーチバー、西よもぎの香りのジェノベーゼ、石垣島野菜と八重山の塩コショウ、ピパーツが香るペペロンチーノということであります。ベッセルホテル石垣島の沖縄惣菜、沖縄産スパンポーク、沖縄の県民食スパンポーク、ご飯に向かう沖縄の定番惣菜です。ベッセルホテル石垣島の沖縄惣菜、人参しりしり、人参おろし系すりおろす時の音を示す沖縄の方言しりしりが名前についた沖縄の郷土料理ということで、こういうところにこだわっているのがベッセルホテルさんですね。そしてこちらは沖縄の名物フーチャンプルですね。もずく入り厚焼き卵、こちらサバの塩焼き、はい、そして唐揚げとスクランブルエッグがあります。この辺はアメリカンブレックファスト系ですかね。ベーコン、粗挽きウインナー、こちらがサラダ系になりまして、彩り海藻ミックスと、そして青パパイヤ、スモークチキンのマリネ、半玉ってこれつる紫かな。ドレッシングも4種類ですね。タンカンドレッシング、鶏唐辛子ドレッシング、シークワーサードレッシング、ごまドレッシングとあります。ご飯は石垣名物ジューシーですね。ジューシーがあります。おかゆもあります。白白米もあります。
はい、こちら味付け海苔と梅干しパパイヤの甘酢漬け、もずく入り佃煮でした。もずく山クラゲ、これお通しで出てきたな、どっかの。と納豆、生卵、そしてこちらはね、どのベッセルホテルでも結構有名ですよね。この丼が作れるということで、ベッセルホテル石垣島のマグロ丼ということで、琉球マグロ、ネギトロ、海ぶどうまで贅沢に使えるんですね。海ぶどうと、そして長芋とろろ、大葉とかね、デザート取っておきましょう。ベッセルホテルオリジナルスイーツを作ろうということで、サーターアンダギーやワッフル、パンケーキにアイスやフルーツ、いろんな組み合わせでオリジナルスイーツを楽しんでと。オリジナルスーツ作りになってるぞ、これ。もうオリジナルのスーツ作りたいけどな。ワッフル、そして黒糖サーターアンダギー、ワッフルフルーツアイスとか、アイスサーターアンダギーとか、パンケーキフルーツサーターアンダギーとかね、いろいろあります。そしてこれパイナップル、オレンジ、バナナですね。ヨーグルトフルーツアイスとか、沖縄ぜんざいアイスとかいろいろできるんですよ。沖縄黒糖ぜんざいもあります。本当に沖縄のものが取り揃えられてるんですね。そしてソースもブルーベリー、メープル、キウイとブルーシールのアイスが食べれるんですね。マンゴータンゴ、ストロベリーチーズケーキ、塩チンスコート3つありますね。これですね、これがマンゴータンゴになりまして、こちらがストロベリーチーズケーキ、こちらが塩チンスコーのアイスになってます。これは嬉しいですね。はい、僕ね、館内着着ていいって書いてたから、館内着僕着ていったらね、なんと僕だけ館内着なんですよ。めっちゃ恥ずかしいじゃないですか。しかも間違えてるんかなって思いますよね。いいんですよ、みんな館内着で来て。そしてこれベッセルホテル石垣島タコライスということで、沖縄で人気のタコライス、トマトの酸味とチーズの甘み、しっかり味のタコスミートで大満足のご飯メニューということで、コスも作れるんですね。もうすごい。もちろんカレーもありますね。見逃しました。もうカレーがちょっと脇役になるんじゃないかなっていうぐらい贅沢ですね。食パン、バゲット、黒糖ブレッド、ユーグレナブレッド、石垣島といえばユーグレナブレッド、チーズパン、紅芋のマーガリンと黒糖マーガリン、マーガリンも違うんですね。で、石垣の郷土料理といえば八重山そばですね。これがユーグレナ麺、そしてこれは普通の麺ですね。で、いろいろ入れれるんですね。ラフテーがあります。そしてこっち油脂豆腐、はい、そしてこれが彩り海藻ミックスで、これがコーンスープですね。いやもう本当になんか朝食に欲しいなって思うものは全部あるような感じしますね。そしてなんとですね、泡盛まで飲めるんですね。朝から朝杯なんかでね、ということで炭酸水も使えるし、すごい八重泉の泡盛まで飲めちゃいます。朝から出来上がっちゃいますか。そして三品茶、パイナップルジュース、マリーブ昨日僕買っちゃったな。ここへ飲めるんかい。それやったら買わへんかったのに。なんやねん。マリアラクの牛乳ね、この辺揃ってます。いやー、しまったな、マリーブあるんかいや。はい、今日はこんな感じで撮ってきました。沖縄満載ですね。そして泡盛を取ってきましたよ。はい、デザートも取ってきました。こんな感じですね。ブルーシールのアイスとヨーグルトとパイナップルを混ぜました。斬新ですね。いただきます。嬉しいですね。これだけでここに住めるの。荒野です。沖縄石垣のね、なんか独特の苦味もあってサラダがうまい。パイナップルジュースもちょっとおかわりしてくるわ。おかわり取ってきたところから飲み放題なんで、ちょっとマリーブも取ってきました。部屋にあるんですけどね、ここでも飲んでこう。乳酸菌飲料ですね。元気クーリとも近い味ですけど、ちょっとこっちの方が甘みがあるから何杯でも飲める。卵焼き、もずくね、ペアルックのカップルとかね、いていいですね。もはや石垣はリゾートですね。そうこうしてる間にもう僕だけになってしまいます。もう終わりですからね。朝食で醤油とか使うから、昨日言ったらそうです、醤油カレー言ったでしょうね、多分。海鮮丼と泡盛いただきます。あと8分以内にここ持ってないといけない。
撮影してるとねどうしても時間かかるんで、かといってねみんながいる時間にねこうやって撮影してるとそれはそれで迷惑になりますからね、非常に難しいです、さじ加減が。アバサーの味が、海藻のね味がしっかり出て、油脂豆腐と大急ぎで食べてしまいました。なんでこういつもギリギリになるんでしょうね、本当にね。炭酸割りうまいな、泡盛。朝泡盛、朝盛うまで、その後にデザート食べるっていうね、なかなかの組み合わせです。全然うまい。そしてブルーシーライス、これもっと食べたかったな。明日早く来よう。全然晴れてるけどな、外。それと石垣島回ろうかな、レンタカー借りて。お守り飛んでしまった、最悪。レンタカーで回ることもできない。今日は一日編集しますかね。休みも必要ですね。ちょっと疲れてね、ちょっと肌も荒れてきてたんでね、ごちそうさまでした。完食っていうか、もっと食べたかったな。今日はですね、本当は与那国島に行く予定だったんですけど、やめたんで一日がっつり仕事したいと思うんですけど、ちょっと仕事道具ね一つ持ってくるの忘れたんで、電気屋さんに買いに行きたいと思います。まだベストロホテルさんにねこうやって自転車借りて行けるのはありがたいです。しかしね、すごい風です。晴れてるんですけどね、雨は降ってないんですが風がすごいですね。電車15分それつってどうしました。いやいや、風で全然聞こえへんけど、結局カードリーダーここには売ってなくて、もう少し行ったところのエディオンで買えということでした。エディオン着いた。もう汗だくです。あるかな。いやー、ここまで来た甲斐がありますね。ありました。なんとか仕事できます。痛い出費ですけど、しょうがないね、仕事の方が大事です。さあ、それではね、また自転車借りましてご飯買いに行きたいと思います。はい、それではね、ちょっと調べて点数良かった刺身天ぷら12銭っていうところに来ました。ここで刺身買いたいと思います。台風やのに刺身あるんですね。なんてたくましい。いっぱいやるときに取ればいいのに。いや、そうなんですよ。本当に台風で船が出ていや、僕も今日本当は与那国行く予定やったんですでしょ。船出なかったでしょ。そう天ぷら食べるか。天ぷらもあるんですか。天ぷら魚だったらすぐできるよ。じゃあそれもお願いします。いくら一人一人です。200円分ぐらい作ろうか。はい、お願いします。今日はマグロはもう入ってこなかったんですか。2、3日業務行かないからさ。そうか。ごめんね、もう魚なくていや全然。いい映像も提供できなくて。いやこういうお店があるっていうことをね知ってもらえると。やばい、せっかく揚げ物あげてもらったのに雨が降ってきた。っていうかさ、あの店どこやねん。やばい、めっちゃ雨降ってきた。通り雨や。コンビニの下になんです。今日も来たけど今日も閉まってるじゃないですか。でも臨時休業は昨日の前。どういうこと結構ダメです。今日も買って帰りました。明日はね最終日なんで居酒屋行きたいと思いますけどね。いい色に焼けてるじゃないですか。よく見ると今日はちょっとドリンク違いますね。はい、今日の晩酌セットはこんな感じにしました。オリオンのザ・プレミアムですね。そして200円で揚げてくれた魚の揚げ物ですね。嬉しいですね。こんなん居酒屋とかやったらもう5、600円すると思うんですけど200円ですからね。やっぱいいっすね。でこちら同じ刺身屋さんで買ったサーモンですね。これはチリのものですけどね。そしてもずく、これも売ってました。これも安かったですね。300円ぐらいだったかな。この3つで全部で1050円でしたね。500円、200円、300円ですね。そして醤油で50円でした。醤油は昨日ね忘れてましたから今日は食べます。そしてコンビニで沖縄そば買ってきました。沖縄そば途中でこのもずく入れたりとかもできるかなと思って、ね、こんな晩酌になりました。足りるかな。ベッセルさんのね水は飲料水として使えるので、これでケトルでお湯沸かせますね。はい、そしてケトルをオンにしますね。はい、それではねお湯が沸くまでこの刺身とかちょっといただきましょう。まず乾杯です。これですね、オリオンザプレミアム。今日はプレミアムな気分でいただきます。コクがあるなって書いてますね。いただきます。サーモン。
うまいな。ああいう鮮魚店で買うと特に美味しい気がしますね。スーパーで買ったのとはもう全然違いますね。ダントツでこっちの方がうまい。揚げ物いただきます。うまいな。いや本当にね、この辺の居酒屋とかね、美味しいですよ。美味しいですけど、やっぱね、石垣島結構ね、観光地化進んでて、正直バブルっぽい感じします。もうどの店行っても安くない。で、ちょっと安いところはやっぱもう200回電話しないと予約できないとか、もうそういうレベルになっちゃってるんですよ。なのでなかなかね、気軽に楽しみづらくなってるんかなっていう感じは正直するんですよ。飛行機とかはね、ピーチとか使ったら安いですけど、現地は結構高いような気がしてますというか、高いです。なのでこうやって刺身屋さんとか他にもいろいろ鮮魚店あるんで、そこで刺身とか買って部屋でこう食べるっていうのもいいんじゃないかなと思います。で、そういった時にね、このベッセルホテルさんはお湯を沸かせたりとか、お箸の貸し出しサービスがあったりとか、醤油はね、あるんかな、もしかしたらちゃんとそういうの貸してくれるんじゃないかなと思うんですけどね。一応僕は買いましたけど、氷もあります。氷も今ここにね、氷も入れてきてるんですよ。なのでこの後この割ったね、割ったの割れるやつ持ってきてるんで、それと、炭酸水あるんで、これで割ったら美味しいかなみたいな。そういうことで割ったっていう名前なのかな。で、あと紹介しなかったけど、このマリブね、今日は朝食でありました。それも買いました。あともずくいただこう。これ贅沢ですね。このもずく300円安い。これもこんなボリュームでもし居酒屋頼んだらもう980円とかしますよ、絶対。うまそう。塩が効いててうまっ。居酒屋レベル、居酒屋このまま出してんじゃん。全然いいっす。これだともうほんと普通にね、テレビとか YouTube とか見ながら気軽にこう部屋着もあるからめっちゃ楽に食べれる。さあ沸きましたね。ティリッティリッティッティみたいな感じですね。沖縄そばもう説明書まずに多分予想で作ります。多分これ全部入れていいんでしょ、最初から。やっぱ読んどこうかな。これは後ない。よし、これで5分待ちます。さあ出来上がりましたね。はい、それではいただきます。沖縄そばか。ベッセルさんの朝ごはんの沖縄そばの方が全然うまかったな。これもずくを入れると美味しくなるんじゃないですかね。もずく入れてみます。うまっ。めっちゃうまなった。もずくそばや。こんな楽しみ方もあるんですね。素晴らしい。もずくが大量にあるからなんぼでもできる。最高。今日も最高の夜や。それではね、ちょっと雨降ってるんですけども、今からランチ行きたいと思います。歩いて7分のところですね。さあちょっと台風のね中なんで食べれるかどうかわかんないですけどね。湿気でレンズが曇ってますけど、このベッセルホテルさんでね、こう傘も貸してくれるんで、それもありがたいですね。あれかな、マキチャーっていうところなんですけどね。閉まってる。ここじゃない。あったあったあった。お食事屋マチキャー。食べに来ました。開いてる開いてる。よかったよかった。旅行してきた人におすすめ。やっぱね、内地の旅行の方はそば類でソーキそば、牛そばを主に食べるんですよ。でがっつりご飯に行きたい方はもうこっち唐揚げ、この中では唐揚げしょうゆ、魚フライどっちか。これ気になるんですけど、牛汁って。これも牛汁。牛汁はそばじゃなくて、牛汁肉だけ。牛そばはこの肉とそば。でも両方とも全部切れちゃった。どっちも切れたんですか。観光さんが来て。そういうことですか。そうか、切れたんか。ごめんなさい。今日早い時間にもオープンと同時に前に立ってて。そうなんですか。人気店なんですね。それちょっと切れてました。あとはセットにすると炊き込みご飯10種と刺身。今日はもうマグロがないんでカジキの刺身がつきます。じゃあそれにします。早期のセットにします。はい、ありがとうございます。セルフでコーヒーとティーもついてくる。まずは水をいただきましょう。
僕はちょっと遅い時間に来たばっかりに誰もいません。でも並んでたみたいです今日。おお、美味しそう。おー、美味しそうですね。やっぱり沖縄石垣島といえばこのそばは外せないですよね。刺身もついてました。またスローで撮って音声取れてなかったんで解説したいと思うんですけども、この見た目から美味しそうですよね。なんかね、もう本当に家庭でいただくようなホッとするそんな味でした。いや、なんかこうやって旅ずっとしてるとなかなかね、そのホッと息つける間がないんですけど、ここで過ごしてるとそんな気分を味わいましたね。いや、本当に美味しかったです。お店の居心地なんかもね、非常に良かったですね。それもなんかこの石垣島でグルメを楽しむ素晴らしさなんだなと思いました。ジューシーと、沖縄そば、いや絶対やっぱり沖縄来たり石垣島来たら食べたくなりますよね。このお店おすすめです。本当に評価高いだけありますね。最高でした。ご飯はね、おかわり自由ですし、セルフでねこうやってコーヒーがついてくるのも嬉しいサービスですよね。いやー、なんか本当にホッとします。夜もやってるんですね、こんな感じで。リーズナブルやね。仕切り状態とかした時にはもう三振太鼓笛持ってきてもどんたらばそうなんですか。それは面白そうですね。もう楽しいです、これは夜もおすすめですね。そうこれ映ってもいいですか？大丈夫大丈夫です大丈夫障害者の仕事も僕してて。そうなんですよ。大阪で僕が代表じゃないですけど、一緒に障害者の方に YouTube の編集とかをこう作業所でやってもらうみたいな。ちょっとパソコン興味あるとか YouTube やってみたいとかっていう人に今やり始めたばっかりみたいな。僕も結構コンセプトがまだ知られてない島にスポットライト当てるみたいな感じで、いろんな人それぞれ能力持ってるじゃないですか、その障害持ってても。そこになんかこうスポットライト当てたいみたいなのがもともとあったので、同級生にちょっと知的障害の子がいるんだけども、パソコンに興味があって、パソコンの何かで賞を取って、そうそう、だからそういう人の方がすごい集中力で、なんかすごい一つのことに長けてたりするんですよね。テール大阪行くYouTube やる太鼓はこのやっぱ沖縄島育ちの三振聞くともう太鼓、やらしたそれ宴会みたいになった時には自分のお家から太鼓を持ってきて一緒になって、いいですね。それがもうなんか名物になってお客さん増えたりとかもあるかもしれないですね。みんな知ってるから。ありがとうございます。じゃあちょっとまた後半は来ます。はい、ここも来ます。はい、気をつけて。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしいお店でしたね。小浜島ね、ちょうど行ったばっかりだったんで、小浜島の方がやられているとのことで、ぜひ今度は泊まってくださいと、泊まりたいと思います。はい、ベッセルホテルからね結構近い場所なんですけども、この正亭っていうんですかね、聖亭、ちょっとまたレンズ曇ってますけど、ここ行ってみたいと思います。こちらのお店では波照間島へ飲んだ泡波を飲むことができました。ちょっと撮影に関してはね厳しかったのでダイジェスト的にお届けしたいと思います。台風の影響があるのにこれだけのね寿司をいただけるのは嬉しいですね。いやー、美味しかったですね。最高でした。でこんだけなんか飲んで食べた感じするんですけど、3700円ぐらいの会計だったんでお得でしたね。いや、天ぷらも美味しかったし、寿司も美味しかった。いや、これね、台風なくてネタがいっぱいある時だったらもっと美味しいもの食べれると思うんでおすすめです。ちょっと撮影はねできなかったですけど、おすすめなお店だったと思います。レッセルホテルの室すごいですね。スナックなのこれ、フード&スナックということで、デュエット75分歌い放題で店あるんですけど、ちょっと行ってみたいと思います。潜入です。じゃあ修正しますけど、60分の75分にしていろいろ修正します。スナック来ました。開けたばっからしいです。初スナックじゃないですか、モーリーチャンネル。初めて来たの多分 4,5 年前なんですけど。そう。それからちょっと変わってるでしょ。変わってるんですね。いや、その頃にも僕イメージは
なんか竹富のようなイメージを持ってたんですよ。もう自然の。そうなんか石垣といえばそう自然でなんかサンゴの石垣があってみたいなイメージだったけど、あれめっちゃ広いしみたいな。そう観光地横の繁華街も広いね。まあ今回そのいろいろ回ったんで西表と波照間、黒島、竹富、小浜、そっから比べると石垣帰ってくるとめっちゃ都会やんみたいな。この辺はね大都会やん。しかもなんかどの飲食店も割と高いっすよね。ね、有名店とかも入れないじゃないですか。人とかね。予約がないとね。そう栄光鮮魚店も前は入れたけど今回も全く入れそうになかった。あ、そういうとこから買ってるんですね。そうこれです。どうぞ。お姉さんはアルバイトでやってるんですか？アルバイト中やチェーンですね。20年ぐらい。20年ぐらいアルバイト。やっぱ今ホテル高いんで、だからそれが結構ハワイとやっぱり似てて、ハワイも外食するとめちゃくちゃ高いからで米持ち込んだりとか。ああそうなの。そうまあでもそうでもしないとやっぱハワイでもめちゃくちゃ高いんで、もうランチで5000円とかかかるから、いやそうラーメンでも3000円ぐらいです。これは石垣島煮物ですか？昆布とね、人参とね、豚バラと大根。美味しそう。大根ウンブサーっていうさ、ここで。ウンブサー。ウンブサーっていうのは煮物のこと。いきます。うちの煮物だね。美味しい。ずっとこちらの方なんですか？そういうお店を紹介したいですね。長いですよ、お店。最初は向こうの三崎町でやってて、でここに移って、向こうで何年や20年ぐらいやってもう同級者のほとんどはいないですね。生き残ってるんですか？そうで私は上に住んでるんで、ここに引っ越してきたわけ。ここで18年になりますね。僕の父親もスナック経営してて、そう僕の弟が生まれた時からなんでもう多分40年ぐらい、周りも全部潰れてるみたいな。そうね。当時は全然理解できなかったですけど、もう今思うとすげえなみたいな。そんな場所でね40年続けるって並大抵のことじゃないなと思って。あっという間に過ぎますからね。一年一年が早い。いやでもすごいことですよ。40年はね長いね。だから本当に親父と喋ったこととかほとんどないんですよ。まあそうやって夜いないですから。で昼間寝てるじゃないですか。すれ違いがあるんだ。すれ違いなんでね。でもなんかやっぱ今となってはすごくその何も喋らないことにもメッセージをもらってたみたいな。で仕事の愚痴とか聞いたことないんですよ。もう正月だろうが連休だろうが店を開けるみたいな感じでやっぱり行ってたからの方が稼ぎ時ですからね。だからそれがやっぱ僕も今の自分のその例えば YouTube とかでも休みないわけじゃないですか。だからそれに多分つながってると思うんです。そう別に教えられたわけじゃないですけどね。そうなんかもう仕事はこうだって教えられたことはないけど、いやそうだけどでもやっぱ今の自分があるのはなんかそういうね背中を見てきたんかなみたいな感じで思ったりするわけです。やっぱ普通に一つの商売をねやっぱそんだけ長くやるってなかなか大変だと思うんですよ。40年はね、続けるのはね。常連さんをね捕まえるのもやっぱ大変だと思うんですよ。いや美味しいです本当に。これも島の漬物。あ、島の漬物。そういう市場から買ってきて島の人が作った大根とかね、きゅうりとか。表現難しいですけどやっぱ島のなんか独特な感じありますね。スーパーで買いました。僕しかいなかったですけど楽しかったですね。地元の方がやってるお店を応援したいですね。結構ね本州内地の方がね来て商売されてる方が多いんですけど、僕は地元の方にというわけでホテルに戻ります。はい、これでね八重山諸島周遊の旅も一旦終わりになります。いやなんか台風が来てね大変なことになるかなと思ったけど終わってみればね結構そんなに暴風に降られてることもなく基本的に晴れてたんでいい旅だったなと思います。鳩間島とね与那国島だけまだ行きそびれているのでこれ後日また
改めて行きたいなと思っております。それでは空港直行のバスで帰ります。で参りました。お手伝いが必要でしたらお近くのついにやってまいりました与那国島。ここでの体験は本当に素晴らしかったです。絶景、秘境、グルメ、そして人の温かさ、もうどれをとっても素晴らしい場所でした。こちらの動画も必見ですよ。与那国島では2泊3日で過ごしました。いやー、美しいですね。美しい景色で飛行機に乗りたいと思います。いやー、与那国島最高でしたね。いや、結構ね、今まで行った島の中でも上位にランクインするような素晴らしい場所でした。そして結構ね、遠くて行きにくいなと思ってたんですけど、ね、この琉球エアコミューターさん使ったら、ね、さっと行けるということも分かりました。いやー、嬉しいですね。あ、すいません、ありがとうございます。あっという間に石垣島に到着です。来ました。これで行きます。今日の宿はグランシャイン八重間というところですね。もう人に会わずに入れるコンドミニアムタイプですかね。めちゃくちゃいい感じですね。これ普通に一人暮らししたみたいな感じ。洗濯機があるのがね、めちゃくちゃありがたいですね。乾燥機まである。お風呂入れるじゃないですか、まさかの石垣島で。キッチンスペースもあるんで、何か作って食べることもできますね。最近ね、石垣島は飲食店高騰してるんで、値段がありがたいですね。今日はここにしようかなと思います。ここも評価高いんですよね。スマイルキッチンデレスケ、石垣中の店です。もも肉ステーキ頼みました。こだわりの地元価格で、あとはマグロ納豆とか水菜の島豆腐のサラダとか卵やっていうの頼みました。石垣島の地ビールですね。来ましたね、石垣島。たった30分で。島豆腐のサラダです。マグロ納豆、石垣島というマグロですね。そう、何これ、ゴーヤ卵。こんな料理初めて食べるな。うわ、うまそう。これこそ真骨頂、石垣牛です。石垣牛。そして嫌な油じゃないですね。めちゃくちゃ良質な油。元はどこなんやろな。黒島かな。黒島らしいですかね。それか与那国板内かな。はい、まずはチケットを買いに行きたいと思います。はい、来ました。300円のコインロッカーにスーツケースとパソコン。はい、ちょっとおにぎり買っときましょうかね。
鬼笹川。はい、6番乗り場に行きたいと思います。八重山諸島周遊の旅、最後に訪れたのは鳩間島です。こちらは本当にね、海が素晴らしかったですね。そして人口が50人しかいないということで、人の温かさも本当に素晴らしかったです。こちらも必見ですよ。さあ戻ってまいりましたね。日帰りで行ったとは思えないぐらい充実した旅になりました。しかも僕はこのまま石垣空港に向かって神戸にも帰るという、いやー近いですね。飛行機と船をうまく活用すればすぐに旅ができるフェリー与那国ですね。さあ具志堅が迎えに来てくれてました。空港直行のバスで帰ります。めちゃくちゃいい感じで空が焼けてます。ありがとうございました。マリアシェイク、すっきりしたシェイクなんですね。いやー、八重山諸島周遊合計13日間、疲れましたけど最高すぎる旅でした。またやりたい。いかがでしたでしょうか。八重山諸島周遊の旅、そして石垣島グルメ旅ということで一気にお見せしましたが、八重山諸島をね回ろうと思ったら必ず石垣島が拠点になりますので、石垣島で食事することになると思います。その際の参考にしていただければと思いますし、八重山諸島を周遊するのにね結構そのフェリーなどが複雑なので、そのあたりも参考にしていただければと思います。そしてそれぞれのね離島についても別動画で公開する予定でございますので、そちらも見ていただければより八重山諸島を完全攻略できると思います。どこを行っても後悔しない場所になっておりますので、ぜひ行っていただければなと思います。このような動画をまた出してほしいと思ったら、ぜひいいね、コメントよろしくお願いいたします。メンバーシップではここでは言えない裏話など公開中ですので、ぜひご覧くださいませ。 LINE 登録でお得な情報を配信いたします。登録お願いします。僕と一緒に仕事したい方はぜひ気軽にメッセージください。詳しくは概要欄をご覧ください。人気のキルリュック、モーリーショップで買えます。旅行にめちゃくちゃ便利です。皆さん旅行行くのにキルリュック使ってますか？これ今僕着てるんですけど、見てください。これパッと見そんななんか物入ってるように見えないですけど、実はめっちゃ物入ってます。財布はここに入ってますし、名刺、パスポート、イヤホンも必要ですね。急にスイッチやりたくなったら任天堂スイッチあります。で対戦したいなって言ったらもう1本入ってます。それ入れても薄いんです。そして鍵ね、車の鍵つけたりとか財布だったりとかも入れることができます。財布何個入れんねんって話ですけどね。そして外側にももちろんポケットが2つついておりまして、除菌シートだったりとかも入れれますし、なんと後ろにですねペットボトルもですねこう入れることができるんですよ。これだけでもめっちゃ入れやんって思うけど、なんとこの後ろにですねパソコンまでこれだけ物が入ったらもう旅行先でご飯食べに出かけよう、でもスイッチやりたいかもしれんし、仕事ももしかしたら入るかもしれん、喉も渇くかもしれんみたいな、そんな心配性なあなたでも全部入れていきます。リュックとか背負ったらやっぱスリにあったり怖いじゃないですか。キルリュック、旅行する人には絶対必須です。旅は自己投資。僕のことをもっと知りたい方はサブチャンネルもチェックをお願いいたします。